ほい、皆さんこんにちは。オランダワーホリ中の春吾と、七重です。今日はですね、七重に聞きたいことがあって。怖怖M1 の決勝について私にコメント求むじゃなくて違う、全然違います。全然違う。このチャンネルの動画見てくれてる方の中で一番多いのがさ、20代後半から30代前半の方で、その中でも女性の方が圧倒的に多い。そんな方の中にはこれからワーホリに行こうか悩んでる方とか、そういう人も多いのかなって思って、今日は七重がなんで20代後半でワーホリをしようと思ったのかとか。ワーホリは基本30歳までに申請するものやから、25から30ぐらいの女性、ワーホリ悩み中って感じ、でも実際マジでめっちゃ相談受けるけどな。多いね。男女ともにやと思うけど、マジで結論から言っていい？結論からはいいいよ。結論、私が思うは行きたいんやったら行けばいい。おー、以上なんか年齢を理由に、ワーホリ行きたいのにアラサーやからやめようかなっていうのは、なんか私的には違うんじゃないかなっていうふうに思ってて、そう思う理由がいっぱいあるってことだね。あるあるある、もちろんそれ。今日はちょっとその話をいろいろ聞きたいなと思って。最初、七重がワーホリっていうか、海外に行ったのは何歳ぐらいの時？私は確かもともと26ぐらいでワーホリ行きたかったんやけど、ちょうどコロナかぶっちゃって1年諦めたのよね。実際行ったのは27歳になってからカナダのコープ留学で、その後にビザを切り替えてワーホリ1年。オランダワーホリに関しては29歳で申請して30歳で飛んでるから、ほんまにラストギリホリ。そうだね。アラサーの鏡だ。ギリギリの。ギリホリって言葉知らんかったけど、結構あるよね。30でワーホリ来る人。俺もそうだけど、でもさ、20代後半ってさ、お仕事もそうだし、プライベートもさ、すごい充実してこう波に乗ってくるぐらいのさ、年齢じゃん。その時に海外行くとか、ワーホリに行くっていう選択に悩みとか、そういうのはどうなんですか？そもそもずっと海外で働きたかったから、それはもう大学卒業する時点からずっとそういう夢みたいなのを漠然と持ってて、職場も海外に関係あるお仕事やったから、理解もあったし、家族とかももうずっとそういうことが好きって知ってたから、別に反対とかもなかった。で、別に彼氏とかつけてる人もおらんくて、身軽やったのもあるし、自分のやりたいことがもう第一優先って感じ。なるほどね。そうやって七重みたいに海外行こうって言って、身軽にじゃないけど行ける人も多い中で、反対にさ、いろいろ考えちゃって仕事のこととか、その後のキャリアのこととか、だからそれをアラサーなりに悩むってことやな。そう18歳でワーホリ行くか悩んでるは関係ないな。じゃなくて、26、7、8、9、30とか、大事な時期だから考えて、結局一歩踏み出せないとか、そういう人も結構多いと思うんだけど、その辺についてはどうお考えですか？どう考え私はどう考えか。まずキャリアについては男女一緒やん、正直。男性も女性も働く年数一緒やとしたら、キャリアが一回止まってしまう感覚、ワーホリに行くことによって、それはあるけど、ほんまに何してくるかが大事やから、ワーホリ行って遊びまくったとしても、それでもやっぱ人として学ぶものってめっちゃ多いし、それが自分のキャリアアップにもつながることも全然あると思うねんな。私も昇進断ってきたから、海外ちょうどプロモーションするよって言われた面談で、いやでも私も辞めます、海外行きたいから。あ、そうなんだ。揺らがへんかった。だからそれはやっぱ私の中で、外国に行くと役職に就くのを天秤にかけた時に、もう断然海外に行くことの方が自分の人生で大事やったから、私はそこは全然悩みへんくって、なんかそれより女性は、私が渡航したぐらいってみんな今期入って、結婚式祭りやったんよ、マジ。インスタ見てたら、妊娠とか出産する子も増えてきた年齢やったから、なんかそこを見てなんか自分が焦ってしまう女性も絶対あると思うんだけど、マジで関係ないから。いや、わかんない。SNS の悪いとこでもあるよね。めっちゃわかんない。それを見ることでさ、結婚しなきゃとかさ、そう今から海外って大丈夫なのかみたいな、なるけど、もちろん今付き合ってる人がいて、結婚を見据えてますと。で、その中で1年間外国行って離れ離れになるのがちょっと不安あるとかはまた別の話で、それはパートナーと話し合って解決することやけど、漠然と婚期が近いからとか、子供を早く産みたいからとかってなったら、それが大事やったらそっち優先したらいいねんけど、そんな漠然とした不安を理由に、だからワーホリはちょっと行ったら1歳年取るしみたいなのはマジで意味ない。
そうねって思っちゃう。私はね、それより結局自分の人生やから、そうだね、その1年行けばいいし、そう行けばいい。仕事に関しても30歳で帰ってきてもあと35年ぐらい働くわけやん、定年まで。長い人生の中のほんまにこれ1年、確かにこれのこうそう、って思ったらいかんくて後悔するより行ったらよくねっていうのが。確かにな。ワーホリ行かなくてその先30年40年50年後悔するみたいな。そうやで、30歳過ぎたら行かれへんねんから。行きたくても行っちゃったらね、行ってよかったと思うか、やっぱちょっと微妙だったって思うか、まあそれは別として、行ったことで一つ後悔なく次のステップに踏めるっていうのもあるし、多分さ、行く前の自分と行った後の自分で考え方もだいぶ変わると思うから、そういった意味ではほんまに行きたい人は行くべきと思う。でさ、ちょっと話それねんけどさ、ここがめっちゃ大事やからそれるけどめっちゃ大事。それるけどめっちゃ大事。飛ばさないで。ずっと留学に関係する仕事をしてたのね。自分のキャリアで一番長いのがそこで、日本から外国に英語を勉強したい子供たちの支援を日本でもしてたし、海外でもしてた。ほんま数千人になると思う、合計したら。そういう子供たちの中には、ほんまに海外行ってめっちゃいろんな経験を、カルチャーショックも受けて成長して帰ってくる子がほとんどやねんけど、親元離れて外国言葉もほぼ通じひんとこに行って、心折れる子もある程度おるわけよ。もちろんおるわけよ。ましてや10代で。その子たちの話を聞いたら、マジで9割5分親とか、あとは学校の先生とかの思いで外国に来てんねん。自分が行きたいじゃなくて、そう、自分も行きたいは、これぐらいあるかもしれへんけど、自分の意思より親の意思の方が強くて来ました。だって結局お金出すのお父さんとお母さん、そういう子たちはやっぱり心折れる。みんなほとんどそう。で、逆に海外生活って絶対アップダウンあるから、私らもやけど、ダウンの時に面談するけど、自分の強い意志持ってきてる子は絶対達成したい目標とか、叶えたいこととかがあるから戻れんねんや、こう。なるほどね。内から出るモチベーションがね、あるからどうにでもなんねんけど、やっぱ自分の気持ちがない子は折れたら戻ってこられへん。ほんでここから大事ここからね、また大事長いね大事なんは、ワーホリはさ、人に行けって言われて行けへんやん。自分の意思で行くよ、みんな。もうそれはそうですよ。まあ大体お金も自分で貯めたお金含めしてやるもんやからさ、それはもうあなたが選んだ選択肢で、そこに責任を持つのも自分。そういう子供たちを見てきてる分、自分の気持ちで行きたい大人は自分で全てのことに責任を持ってくればいい。そう、誰でも彼にでも海外行ったら人生変わるよとは言わへんけど、あくまでほんまに行きたい子は行けるような方法を自分で模索して叶えて、結局選んでよかったっていう正解にするのも自分自身やから、そういう意味で私は行きたい人は行けばいい。初めに言ったこと。特にな、アラサーで大人ですから。海外ってさ、経験重視やんか。なんかよく履歴書の話とかでもあるけど、年齢かけへんし、経験だけが見られるやん。ってなったらさ、18歳の子が行くワーホリと20代後半で行くワーホリで多分経験できることもだいぶ変わると思う。変わるし、今まで見てきたカナダのワーホリとかオランダのワーホリで見てきた中でもさ、やっぱ圧倒的社会人有利。そう、社会人有利なのはやっぱあるかなって思う。やっぱ日本での職歴があるから、それに関連した仕事に就きやすいとか。だからなんかほんまに年齢だけが問題なら悩む必要ないかなって、思ってるほど問題じゃない。そう年齢なんて関係ないもんなって思う。その海外行って人と会った時に別に年齢気にしないしな、っていう感じかな。日本って島国やからさ、そこを一回出てみる。しかもさ、20代で価値観変わるってめっちゃよっぽどのことやと思うね。もう当たり前が構築されてるからさ、20年間かけて自分の中でね、もうそれまでの20年で。でもやっぱ価値観やっぱり変わるし、いろんな生き方があるって思えるのはやっぱ海外に行くこと、ワーホリもその手段の一つやと思うから、もしこの動画見てる人で悩んでる人がいたら、年齢を理由に諦めない。そうね、暑いね。暑いなバリ語るやん。ちなみにめっちゃ寒いけど話は暑い最後にまとめ他になんか言いたいこととか。いや、だから人生はでかいね。いいよ。いやマジでいつまであるかはほんまに分からんから、なんか後悔したくないやん。別に90歳まで生きれる保証もないし、この瞬間からの未来で今が一番若いから、自分のやりたいことをやれない理由探すよりはやれるようにするっていうのがほんまに大事なことかなって思うし、半年で帰る子とかもおるやんか。いるいろんな日本人も見てきたやん。海外に行きたいわーって憧れてて、実際行動に移して半年ってやっぱ違う。日本が住みやすい、日本が好きやって、これめっちゃいい気づきやん。外に出て初めて知る日本の良さってマジでたくさんある。あります。もう愛国心しかないやん、私らも。日本から出てより日本に対する愛国心は湧いた。一歩離れて自分の当たり前から離れてみるっていう経験が
があったからこそのことやと思うし、私はぜひ行きたくて悩んでる人には、ワーホリって言ってもほんまにいろんな国あるから、カナダとオランダでも全然違うし、自分のやりたいこととか比較して挑戦してみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。素晴らしいプレゼンだ。バカにしてる。いやいや、してないしてない。でも本当に名前の言う通り。というわけで、アラサーワーホリ20代後半とか30差し掛かってる人間がどんな生活してるのかとか、そういう動画、僕たちのチャンネルでもいっぱい出してる。仕事の、ね、特に仕事の話とか仕事の話、仕事探しの話とか、家の話とか、その他にも、その現地の生活の話とか、文化の話とかも本当にいろんなコンテンツを出してるし、これからも出そうかなと思ってるんで、この動画がいいなと思ったら高評価とかコメントとかもしてもらえたら嬉しいですし、チャンネル登録もしてもらえたらとても嬉しいなと思います。寒いから紅茶を飲みます。0度らしい。0度、そうちなみにレバラの動画マイナス4度。前回のレバラの動画はね。空気がいいね。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。どういう